こんばんは、クリミナルです。今回はしばらく未解決であった事件でしたが、無事解決した事件をご紹介します。1998年7月19日未明、京都市中京区のマンションの一室で A さんのご遺体が発見された。A さんが住んでいた5階建ての新築マンションは A さんの勤務先である京都府立医大附属病院が丸々借り上げており、看護師寮として使用していた。マンション1階には6部屋、2階から4階は8部屋、5階には4部屋あり、そのマンションには計34人が入居していた。A さんはこのマンション1階の107号室に入居していた。A さんは7月19日午前0時から深夜業務に就く予定だった。ところが勤務時間になっても A さんが病院に姿を現さないため、不審に思った同僚が A さんの部屋を訪れた。その際、玄関の鍵は施錠されておらず、室内は薄暗かった。また、カーテンは閉まっており、通りに面していた窓の鍵も施錠されていなかった。同僚が声をかけながら部屋の中に入ると、血を流し、ベッドのそばでうつ伏せに倒れていた A さんを発見。同僚はすぐに110番通報をした。通報を受けた警察官が駆けつけたが、A さんは胸を深く刺されており、すでに亡くなっていた。その刺し傷は心臓にまで達しており、これが致命傷であった。A さんは半袖シャツに白っぽいパンツを着用しており、着衣に乱れはなかった。両手両足はビニールテープで縛られ、顔にはタオルがかぶせられており、顔面を強く殴打された跡が確認された。室内に争った形跡はなく、おそらく A さんは犯人に縛り上げられた後に胸を刺されたものとみられる。使用された凶器は A さんの部屋にあった全長30センチ、刃渡り18センチの包丁で、これは日常的に A さんが使っていたものだった。事件当時その包丁は血のついた状態で部屋に放置されていた。なお、その包丁からは犯人の指紋は検出されておらず、室内からも犯人の指紋は検出されていない。A さんの部屋から運転免許証やクレジットカードが入った海外ブランド品の財布がなくなっていたが、宝石類や通帳類、各種支払いのために用意してあった現金20万円は手つかずのままだった。カーペットは A さんの血で真っ赤に染まっていた。このことから犯人も返り血を浴びた可能性が高いと思われるが、廊下、ベランダなどから血痕を示すルミノール反応は出なかった。ただ、洗面所で血を洗い流した形跡は確認されている。なお、室内からは犯人の足跡は確認されていない。事件のあったマンションはオートロック式だったが、その後の捜査である欠陥が露呈する。それは入り口の隙間から手や紙を差し入れればそれにセンサーが反応し、ドアが開錠されてしまうというものだった。事件当初、ここに住む住民の知り合いしかこのマンションには侵入できないと思われていたが、犯人がこのことを知っていれば自由にマンションに出入りできることになる。A さんに抵抗した形跡がなかったこと、顔にタオルがかぶせられていたことから、捜査本部では顔見知りによる犯行という見方が強かった。被害者の顔に何かをかぶせ、顔を見えないようにするという行為は、加害者が被害者の顔見知りであるときによく取られる行動である。A さんは7月18日土曜日午前0時から深夜業務に就き、午前8時45分に勤務を終え、帰路に着いた。この後の A さんの目撃情報は一切なかった。A さんは自転車で通勤しており、自宅から勤務先まで15分ほどの距離である。また、A さんの胃の内容物から軽い夜食か朝食をとったことは分かっているが、それを自宅で食べたのか、それとも別の場所で食べたのか、そもそも自宅に何時に戻ったのかということも不明であった。A さんは宮崎県海老野市出身。6人兄弟の長女で県内の高校を卒業後、京都府の看護専門学校に進学。同校を1995年3月に卒業し、その後は長岡京市の病院に2年間勤務。1997年4月から京都府立医大附属病院に勤め始めた。A さんは社交的で同僚からも慕われていた。スポーツや旅行が好きで友人も多かった。A さんが看護師の道を目指したのは父親の妹が看護師をしていて、その姿に憧れていたからだった。
A さんは4つの看護学校の試験を受け、すべて合格。最初に通知が来たのが長崎県の看護学校で、当初 A さんはそこへ進学する予定だった。ただ、A さんの親友が京都府の看護学校に入学することが決まり、A さんもそこへ進学することにした。もともと両親は A さんが京都に行くことに反対していたが、A さんがどうしても京都の看護学校に行きたいというので、それを許した。長岡京市の病院を退職したタイミングで、両親は娘に地元に帰ってこいと説得したが、A さんはもう少し勉強したいと言って、京都府立医大附属病院に再就職していた。1998年3月に事件のあったマンションに入居。その際 A さんはマンションの管理人に饅頭の差し入れを手渡していた。家賃や駐車場代も滞りなくきちんと支払い、礼儀正しかった。そんな A さんに対し、マンションの管理人は若いのにちゃんとしている子だと感心していた。A さんのことをよく知る同僚は、勉強熱心な人でした。私が仕事でミスをして落ち込んでいるとき、A さんが励ましてくれました。なんでこんなことになってしまったのか、と沈痛な思いを語った。8月に入り、捜査に進展があった。事件当日18日の午後に京都市内のある銀行の ATM コーナーで A さんのキャッシュカードを使って金を下ろそうとした男の姿が防犯カメラに映っていたのだ。その男は金を下ろすことに失敗していた。捜査本部はすぐにこの男の写真を公開し、それから1年後にはコンビニや駅にポスターを貼るなどして情報提供を求めた。男の年齢は25歳から40歳くらいで、身長は約170センチ、細身だが首は太め、猫背気味、前かがみに歩くのが特徴。服装は白の半袖シャツに青色のスラックスを履いており、顔が見えないように紺色の帽子を深めにかぶっていた。その後の捜査で男が被っていた帽子は大阪市内のメーカーが1997年に製造した女性用の帽子であることが判明。その帽子は西日本の量販店で2000円で販売されていた。帽子のサイズは S と M の2種類があったが、どちらであるかはわからなかった。警察はこの男が事件に関与しているとみて捜査を進めたが、しばらくこの男を特定することはできなかった。事件発生から1年が経過した頃、A さんの父親は殺人事件の捜査に協力する会を結成。犯人逮捕に結びつく情報に懸賞金200万円をかけた。他にも事件情報を載せたポスターを全国に配布した。テレビにも出演するなどし、情報提供を呼びかけた。すると、情報提供が複数寄せられたが、どれも犯人特定に結びつくものではなかった。中には亡くなった A さんと話せる腕のいい霊能者を紹介する 70% の確率で犯人は京都で見つかるというから一緒に京都に行こうといった類の電話も何件か寄せられたという。2003年7月14日、捜査本部は京都市北区在住の会社役員河合正夫被告を強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕のきっかけとなったのは現場に残っていた証文だった。事件当時、室内や凶器の包丁からは犯人の指紋は見つからず、手袋をつけていたと思われていた。そのため捜査は難航していたが、後日郵便受けから証文が検出された。直ちに捜査本部はその証文を照合。すると河合被告のものと一致した。捜査本部は以前河合被告を取り調べたことがあったのだ。河合被告は A さんを手にかけたことを認め、申し訳ないことをした、と供述した。銀行の防犯カメラ映像に映っていたのは、この河合被告で間違いなかった。河合被告は1998年7月18日午前9時過ぎ、A さんが住むマンションに金目的で侵入。部屋を物色している最中に夜勤明けで帰宅した A さんと鉢合わせになり、A さんの顔面を殴打。A さんの手足を縛り、刃物を突きつけ、暗証番号を教えろ、と脅迫した。そして A さんから暗証番号を聞き出し、銀行に行ったが暗証番号が違い、金を下ろすことができなかった。
逆上した河合被告は A さんの部屋に戻った。すると A さんから顔を見たと言われ、さらに逆上。そして河合被告は A さんの胸に包丁を突き刺した。その後、現金1万6000円が入った財布を奪い、現場から逃走していた。2004年、河合被告には無期懲役の判決が下った。裁判長は判決理由で、犯行は極めて冷酷非道。両親ら遺族の怒りや悲しみは限りなく深く、処罰感情は激烈。逮捕まで遺族は苦悶の日々を強いられた。被告には人生のすべてを介護に捧げ、謝罪と贖罪の日を遅らせるのが相当、と述べた。今回取り上げた事件は5年間ほど未解決となっていた事件でした。事件は京都市中京区で起きましたが、犯人は同市の北区に暮らす会社役員の男でした。当時の防犯カメラ映像にははっきりと犯人の姿が映っていましたので、この事件は早期解決するものだと思われていました。しかし、そうはいきませんでした。似た人物を見たといった情報は多く寄せられるものの、どれも犯人に結びつくことはなく、捜査は難航しました。警察は当初、顔見知りによる犯行、次に行きずりの犯行とみて捜査していましたが、事件発生から2年が経過した頃、A さんの交友関係に重点を置いて捜査することにシフトしました。これが結果として事件解決が遠のいてしまった一因でもありました。ただ、警察も執念で捜査を続け、郵便受けに残されていた証文にたどり着きました。この河合被告は同じ京都市内で暮らしていたため、自身が起こした事件に関するポスターを一度は目にしていたはずです。実際、事件が解決するまで、京都市内のコンビニや駅など、至るところにポスターが貼られていました。それでも彼は自首しませんでした。彼は逮捕された後に申し訳ないことをしたと発言していましたが、それは本心ではないように感じます。自首しなかったということがそれを示しています。宮崎県から看護師を目指し、京都に移った A さん。自身の夢を叶えようと日々頑張っていた素敵な女性でした。そんな A さんの将来を河合被告が一瞬にして奪いました。理不尽すぎて言葉が出てきません。A さんのご冥福をお祈りいたします。